はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、最終的にはステークとデリゲートを同時にできるようになるでしょうかという質問ですね。で、おそらく後のフェーズではそうなるだろうが、フェーズ2の今は違うということで、今ね、デリゲート報酬とステーキングの報酬をですね、同時に受け取るってことはね、今現段階のフェーズ2というね、ところでは行うことはできないんですけども、今後ですね、そのフェーズ3っていう段階に移った時に、もしかしたらこのステーク報酬とね、デリゲート報酬っていうのが同時にね、発生することができるようになるかもしれませんので、またそちらの方ですね、詳細の方分かりましたら共有の方していきたいと思います。はい、続いてですね、こちらがフレアファンデーション、バリデータ、フレアファンデーションバリデータでのステークから私を手動で削除することはできますか。先ほどティム・ローリーが説明したように記者の文書には、報酬を受け取る資格がないバリデータへのステークを避けるための十分な情報が記載されていないように感じますと、これですね結構重要な内容になってくるかと思いますけども、何かね、そのバリデータにステークしても報酬が発生しないっていうケースがあるようなんですよね。でそのバリデータは、FTSO のプロバイダーも同時にね、運用して、おく必要があるようで、 FTSO プロバイダーを運用していない、バリデータの方に、預けてしまうと報酬がね発生しない可能性があるということで、どうやらねこの方はそちらのプロバイダーにね、ステーキングしてしまったんですかね。なので、それをね削除したいということで、話をしていてですね、なおかつその明確にその基準が載っていますかと、載っていないですよねって質問を、されてまして、コミュニティリーダーの方がですね答えられてます。報酬のパラメータはブログで、明確に定義されていますと、稼働率80%以上、バリデータはフレア上でFTSO プロバイダーを実行していること、FTSO はパフォーマンスと報酬を獲得していることなどと。で、フレアファンデーションが FTSO を持っていることを誰がどこで知っていたんですかと。ではなぜ、知らないのに、FTSO に、出資するのだろうかと。どなたかフレア財団が FTSO プロバイダーであることをどこかで見たか、スクリーンショットを送ってくれませんか、撮ってくれませんかと。で、コミュニティはもっとうまくやる必要がありますと。そして我々のガイドやブログで定義されているステーキングのパラメータをもっと理解する必要があると。そして、何も調査していないバリデータや組織に、闇雲にステーキングしないでくださいと。フレアファンデーションは明らかに FTS を運営していないですと。15分程度の調査と理解で、掲載されているステークに関する懸念は全て解決されますということで、ですのでステーキングする際にはそちらのね FTS をプロバイダーを運営しているかなどですね、調査をしてくださいと。ただ調査をするといってもね、一般ユーザーの方がなかなか調べることは難しいと思いますので、今後ですねまたその明確な基準っていうのもねまだ始まったばかりですので、そちらがね、発表の方ありましたらですね共有の方をしていきたいと思います。はい、そしてですね、こちらがティム・ローリーさんですね、FTSOAU のですねトップの方です。情報の共有の方してくださいました。FTSO データプロバイダーを運用していない、FTSO データプロバイダーを運用しているが、報酬エポックにおいて報酬を獲得していない。それらの彼らのバリデータ報酬を、彼らはバリデータ報酬を獲得できないということで説明の方されています。特定のバリデータには報酬が提供されていないという警告にもかかわらず、この投稿以降20人のデリゲーターが1160万、FLR 以上をですね、不適切なバリデータにかけていますと。繰り返しになるが、オンラインバリデータノードを維持する以外に各バリデータが報酬を得るためには FTSO データプロバイダーを運営する必要がありますと。で、必要な基準を満たさないために、報酬を獲得できないバリデータにステーキングした場合、ステーキングを解除することは不可能であり、ステーキングが出行するのを待つ必要がある。パフォーマンスのないバリデータにステーキングするデリゲータに対して特別な規定は設けられていないと。以下のようなバリデータにステーキングすることはあなたの責任ですと。だから過去の安定性を示す、稼働率が高い、メンテナンスが行き届いている、ノードの更新が迅速に行われている、すべてのバリデータの基準を満たしている、FTSO に参加している、ノードの稼働率が80%を超えている、どのバリデータにステーキングするかは賢明な選択をしてくださいと。
X、Telegram、Discord などでコミュニティと議論してくださいと。プレアメトリクスバリデータを訪問してメトリクスを評価する。したがって信頼できるバリデータにステーキングすることが全ての人の最善の利益となりますということで、一応このバリデータの一覧のリンクですね、プレアメトリクスのリンク載せておりますので、今回の動画の概要欄の方に、今回の動画の元記事のリンク貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、このプレアメトリクスをですね、見ていただくと一覧の方が見ることができます。あとはそのコミュニティですね、X とか Telegram、Discord などで、そのプロバイダーがね、正常な運転してるかっていうのをね、おのおのね、見る必要があるかと。あとはその、フレアメトリックス見てもですね、明確な基準っていうのがね、ないとちょっと分かりにくいかと思いますので、今後またそちらをね、整理しやすくなっていくかと思いますので、そちらも分かりましたらまた共有の方していきたいと思います。はい、続いてですね、誤って対象外のバリデータにステーキングした場合、ステーキング報酬はゼロとなりますが、プレアドロップには影響しませんということで、報酬の対象となるバリデータは報酬の一定割合を手数料として受け取ります。残りはステーカーに分配されます。だから、もしね、そのバリデータがステーキング報酬を獲得できない場合は、報酬がゼロになってしまう、ステーキングしたらね、可能性があるんですけども、ただですね、フレアドロップには影響しませんということですので、ステーキング報酬はもらえなかったとしても、P チェーンでね、ステーキングした場合、それがね、残高のスナップショットに含まれて、エアドロップになるかと思いますので、エアドロップには影響しませんが、ステーキング報酬を受け取るためには、そのね、正常なバリデータ、FTSO を運営しているバリデータに預ける必要があるということになるかと思います。はい、続いて、そのため、フレアメトリックスなどの一般に公開されているリストで、バリデータとアクティブなFTSOデータプロバイダーが一致していることを常に確認してくださいということですね。で、覚えておくと便利なのは、バリデータが FTSO を実行していない場合は、バリデータ報酬を獲得できないということですということですので、よく調べてくださいということですね。はい、続いてこちら、最後になります。近い将来、ビフロストウォレットにアップデートはありますかということで、彼らはウォレットを使ったステーキングを提供することに、取り組んでいると述べていますと。しかし、現時点ではいつまでに提供されるから未定だということで、アップデートについては旧 Twitter X でフォローしてくださいということですので、ビフロストウォレットはですね、メタマスク同様使っている方もね、いるかと思います。現段階ですと、レジャーとかですね、あとは特定のウォレットでしかね、ステーキングってすることはできないんですけど、ビフロストとかでね、サポートされればまたね、ステーキングの機会っていうのは広がっていくかと思いますので、まだ期日に関しては、述べられていないんですけども、提供することについては取り組んでいると述べているようですので、ビフロストの方からですね、またアップデートの方ありましたら、共有の方をしていきたいと思いますし、おのおのですね、ビフロストの方も情報ですね、受け取って、ビフロストの X ですね、見ていただいて情報の方をね、取得するといいかと思います。はい、今晩でですね、直近の情報になります。で、僕の方で今ですね、プレアネットワークス含め XRP レジャー関連、リップル、SEC 関連ですね、すべて毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画を見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方にですね、僕の公式 LINE のリンク貼っておきますので、何か気になることと暗号通貨全般の質問でも構いませんので、そちらからね、ご連絡いただけましたらすぐに僕の方で答えをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。